最初この髪型で描いてたんだけど、編み下ろし描きたくて、だけどね、もうこの絵のタイトルを決めてて、珍しく描く前から決めるという。タイトルを考えたらこっちの髪型の方が理髪そうで、なんかしっくりくるなと思って、ずっとさっきこっちで進めてて、どこ直せばいいんだろうって思ったんだけど、なんかこっちがしっくりきたなっていう話。正面のポーズってなんか描くの勇気いる。結構各女の子によって髪型を変える時がある。なんかこの子の髪型似合わないと思って試行錯誤して考えることある。そんな顔の中身を変えて描いてるつもりはないんだけど、女の子によって持つ雰囲気って違うんだなっていう発見があったな。私ポージングの教室とか通いたいんだけど、ポーズがさ、自分でパッパッパッって思い浮かべられるようになったらすごい時短だと思うんだよね。いつも私ピンタレストとかで画像を調べたり、流れてきた女の子のポージングとか見て、あ、この手描きたいとか思って、それを真似して自分で写真撮って、自分の写真を見て描くのね。そういう手間がそもそもあるから、自分でポーズを思いついて描けたら一番いいなって思うんだけど、全然思い浮かばないよね。モデルさんってすごい。っていうか全然関係ない話なんだけど、このカメラの広角レンズをなくしたっぽい。絶対どっかにはあると思うんだけど、私マジでなくし物、落とし物をしないタイプなのね。だからショック。広角レンズがある方が顔がちっこく見えるのに。でもめったになくし物しないから、そういうめったにしない失敗をした時は具合が悪いんだと思ってる。でん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 、ピーン、ありました。ほら、私なくし物しないタイプって言ったでしょああ、よかった。話してよかったわ。ありがとう。次は8月の東京で開催されるインディペンデント東京というイベントのために制作を始めます。これまた結構時間がないので、これはキャンバスの裏が汚れないようにマステでマスキングしているところ。現在滋賀県の米原で開催されているあなたを見つめる展っていうグループ展のね、在廊にこの間行ってきたんですよ。そしたらさ、自分が予想してなかったぐらい人に見ていただけてたっぽくて、ちょっとだるい言い方するとまた自分を過小評価してしまったって思っただるい。在廊してさ、たくさん人に会ってお話聞いてすごく楽しくて勉強になってありがたいけど、やっぱありえないぐらい疲れちゃうタイプだからさ、完全にエネルギー切れになっちゃって、昨日カーテンを閉め切った暗い部屋でガンニバルを見てたガンニバルめっちゃ面白いんだけど、どうしよう。今回の展示で私人生初のチャレンジをしたんです。人生初トークショーに参加しまして、もうだからそれもあってめっちゃ落ち込んでたんだけど、主催の方と他4名のアーティストの方と一緒にお話しするっていうか、一人一人話聞いていくみたいな、そういう経験したことなかったからめっちゃ緊張しちゃって。で、私結構さ、マイク持つ手が震えちゃう系なの。目に見えて緊張してんなってのが分かっちゃう系なのよ。人前で文字書くとかも無理なわけさ。だからなんか話した内容ってよりは、その緊張してる姿がバレたっていうのがめっちゃ恥ずい。まあでもそんなんしょうがないよね。でも緊張して人とご飯食べられなくなるような人間だから、よく頑張ったと甘やかしてあげたいよ。本当にすぐ人と比べて落ち込んじゃうから嫌になっちゃう。でもその帰りの電車でさ、案の定落ち込んで、もう車窓をただ眺めることしかできなくなったりするじゃん。なんかもうグデーンってなりながら、落ち込みながらも、この感覚だよ私に必要なのはって思って、やっぱりさ、あんまり幸せになっちゃダメだなとか思うの。なんかそれっぽいこと言ってるけど、こういう負の力によってまた作品が生み出されていくなとは思うからさ、だから待ってたよこの落ち込みって思ってそしてまた新たな女の子を生み出していくというわけさ。でも他のアーティストの方のお話も聞けて勉強になった。ほぼ緊張して覚えてないけど
なんかさ、いやあれすごい難しいね。だいたいさ、あらかじめ考えてきた回答があるけど、その場その場でちょっと思いついたこととかさ、付け加えて話したいなってこう待ってる間思うじゃん。どういう順番でどういう組み立てで話したら分かりやすいのかって考えたりしてマイク受け取って喋るかってなったら、あれ何から話すんだっけみたいなそうそう、それが難しいなと思って、その場の空気感をつかんでさ話すみたいな。だからまたもし参加させていただく機会があったらまた頑張ろうって思ったな。限られた短い時間でどのぐらい深い自分の話をできるかっていうのも難しいなと思ってさ、私結構そういうのが苦手だから、だったらもうこの辺まで話すっていうのをちゃんとまた考えようって思った。例えば私の絵は結構起死燃料が根源っていうかなんだけど、なんかそんなさ、初めて私のことを知ってくださる人がいる状況でなんか言うってどうなんだろうとか思っちゃって、こいつは何を言ってるんだみたいになんのかなとか考えちゃったりしたけど、でも結果論だけどやっぱり短くでいいからちょっとぐらいワードを入れてもよかったなって思って、ずっと抽象的な話をしてる気がしちゃってさ、だからますます他の人と比べて自分のテーマが薄っぺらいんじゃないかとかさ、みんなは学術的で高尚で素晴らしいなみたいな、なのに自分はってなっちゃって比べちゃったけどさ、ちゃんと自分のことを信じてあげないと。でもさ、ちょっと余談なんだけど、今回滋賀県の展示でトークショーがあって、関西出身のアーティストの方もいらっしゃって、やっぱりさ、なんかおしゃべりのインプット量が関西って多いんじゃないかなってちょっと発見があって、偶然兵庫県にゆかりのある方々とお話ししてたんだけど、共通の話題としてお笑い芸人さんの話があるわけ。滑らない話の〇〇さんの〇〇っていう話面白かったよねみたいな。わかるなんていうの、その細かいさ、なんとかの番組面白かったよねじゃなくて、なんとかの番組の何々さんの何々っていう話っていうところまで共通の話題があるんだよ。それすごいなと思って、関東出身の私としては初めて見る景色だった。やっぱりさ、ちっちゃい頃から見てきたトーク量の差っていうのが地域ごとに違うんじゃないかなって思ったんですけど、だから私はミーシャの前でエブリシングを歌ったようなもんなんだよ苦手は克服しなくてもいいって思うけどさ、まだ自分が頑張りたいんだって思ってるなら苦手でも頑張ろうって思った一日だったな。こうやって人に会うとさ、すごくブレることもあるけど、でもやっぱり落ち込んだ後にちゃんとまた自分のことを見つめ直せるというかさ、毎度の流れを今感じてます。久しぶりに引きずってたけど話したら元気出てきたわ。皆さんもこの時期しんどいこともあると思いますが、何事も楽しんでいきましょう。次回じゃあ最後に告知を。6月28日まで滋賀県米原にある清願寺というお寺にて展示が開催されていますので、よければぜひご覧ください。見に来てくださった方がいてね、嬉しかった。そういえばあそこであの展示やってたなとか思い出してくださるのも本当に嬉しいし、ありがたいですね本当。なのに私は自分のことばっか考えて落ち込んででまた落ち込むっていうね。はい、一旦置いといて。で8月に東京でインディペンデント東京というアートイベントがありまして、8月8日と9日2日間、それに向けて今準備してますので、よければ見に来てください。それじゃあ今日もありがとう。また来週。